明けましておめでとうございます。いつの間にか2023年になっていた。そんな感じです。というわけでもなく、年末年始とですね、何かと忙しくて、まともに掘れていません。やっとこさ、作業場の掃除をし始めたのも今年に入ってからというね、なので今は正直作業場の掃除をしつつ、まあ去年掘ってたものの続きをちょこっと手を出しているっていうぐらいの現状です。大掃除をしているとですね、いろんなものが出てきまして、僕も今年で13年目になります。13年目にもなるともうボツになった大量の作品にもなっていない、木の塊たちと、あとは売れ残った、作品たちがたくさん出てきます。めまいがするほどありました。なんとかねそれらの作品を供養できるように、もっともっと技術を上げて、頑張っていきたいなと思いますけども、過去の作品を改めてね見て、再び同じものをね今の自分で掘ってみようかなって思うものもいくつかあったので、それは楽しみですし、だからそういう意味では掘るものはたくさんあります。ただ今掘れてないなっていうのが現状で、作業場掃除したり刃物を研いだりで、新しいものにも手を出しておらないという、なんか毎年年末年始はバタついてて、いかんせん満足に集中できてないですね、木彫りに。とはいえ今年はいろんなことがありまして、2月に、地元の市町村の市町村の役場でね、根付についての講義をすることになりました。4月に、去年から始めている根付の展示、大規模展示会5人のをすることも決まっております。で5月には、お世話、講義とか講義じゃない、講座とかで教室ね、お世話になっている百貨店の場所を借りて、展示がございます。5月、なのでそれまではやることがいっぱいありますけど、それ以降は特に何もないので、その5月までの何かが後半につながっていけばなと思いながら、とにかく目の前のことを頑張っていこうかなと思っている次第であります。満足に根付では生活できていないので、まずそこをね、第一に考えていいものを掘れるように、いいものを掘ると、値段がどうしてもかかってしまうので出会いがないと売れないんですけども、なんとかね今年は正念場だと思うので、木彫りの方をとことん、向き合っていこうかなと思います。あとはそうだな YouTube に関しては、本当におかげさまで去年、1000人超えまして、今年今、1800何人で去年を終えて、で今年はなお一層ね、増えていったらいいなって思ってます。根付を知ってくれる人と根付を宣伝してくれる人を増やすことが何よりですので、根付の楽しさをね皆さんも共有してもらえたら嬉しいです。
何分ですね、言い訳になっちゃうんですけども、木彫りとか彫る方に集中して、どうしてもね撮影とか編集とかっていうのはお世辞にもいいものとは言えないかもしれないですけども、きっかけとなっていただければいいかなと思うので、根付を知る、根付に興味を持つ、根付をやり始める、なんでさしてクオリティは、動画のクオリティは上がらないかもしれませんが、お付き合いいただけると嬉しいかなと思います。本当に今年の展示で一人、後輩が入るので、その子がまたね、しっかり歩んでいけるような道筋を作れるように先輩面したいので、なんとか、できればなと思いながら、自分のこともしっかりとやっていきたいなと思います。そうそう、ですね、これ僕細かい作業するときに頭につけてメガネの上からできるやつでやってるんですけど、模型屋で買ったそんないいやつかどうかは分かんないですけど、でこれのちょっと重いなと思ったんで、もうちょっと軽いやつを、買いまして、今ちょっと改造しています。改造といっても大したことではないんですけど、その改造をしたことによって使いやすくなるのかといったら正直まだ分かんないんですけど、でもまたねできたら見てもらいたいなと思っております。でそんなこんなでそれはいいとして、今あまり掘れてないので、とりあえず2023年になりましたし、根付けの基本を一つ一つ、こういう雑談の中でね、もう紹介していかなければなと、ためになることを少しでも言わなければなと、思っておりまして、でこれがですね、根付彫刻木彫の少なくとも僕にとって一番大事な刀です。この形が基本となっています。これがなければ、何もできません。印刀と呼んでいますけども、これのサイズ違いを僕はいくつか持っているわけです。で、6ミリ、4.5 ミリ、見えるかな、見えないかな、3.5 ミリで、これこそ見えないか、1.5 ミリ、いろんな他にもねこの形はいっぱい持ってるんですよ。でも今のところスタメンというか一番よく使うのがこの12345本です。でそれぞれ角度も違うので、ちょっとこの角度いまいちだなっていうのもこの中にもあるんですけど、それはもう僕の研ぎの技術の問題なので改善していくしかないと思いますけども、とにかくですね、この刃物だけで5本もあるっていうのはやっぱり大きな刃物ではやりにくい場所っていうのがどうしても出てくるわけです。そうすると小さい刃物が必要になってくるっていう、単純な理論で、こうやって種類が増えていっているわけです。ただ注意していかなければいけないことがあります。小さい刃物に大きい刃物と同じ力で、扱おうなんて思わないことです。当然大きな刃物はこの刀の大きさに比例した力の使い方っていうのがあります。小さければ小さいほど単純に言えば優しく扱ってください。
でこのサイズの刃物も当然いっぱい力強く削れるとはいえ優しく扱うべき刃物ではあります。使い方を間違えるとすぐ折れます。特に先端っていうのはね、力のかかる方向によってやっぱりこういったものは全然強度が違いますので、この刀はね、力強くかつ優しく、これはどの彫刻刀でもそうかもしれないですけどもね、特にこれはそれが言えるんじゃないかなと思っております。一つの種類に対してサイズ違いをいくつか揃えるというのは彫刻の幅が広がることになります。なので、余裕があれば少しずつ増やしていくのもいいでしょう。増やしたからといって全部使うとは限らないのがまたそういったこともあるので、増やしちゃいいってことじゃないんでしょうけど、僕もいろいろ増やしてその結果自分に合った刃物っていうのが選ばれてきたわけです。三角刀とかにしても角度がね、狭い鋭いものであったり広いものであったりとかいろいろあるので、あれも何種類かあるといいと思いますし、で丸とかね平とかでもちょっと曲がってるやつとかね、なんかとにかくいろいろあるので、彫刻刀、面白い彫刻刀とかよく使う彫刻刀なんかは積極的にね、よく使う彫刻刀積極的にって変か、よく使う彫刻刀はサイズを増やしてみたりとか、面白いなって思う彫刻刀はチャレンジしてみるとかして、自分の彫刻の幅も広げていっていただきたいなと思います。何はともあれこれはね右利き用です。で左利きになるとこれがちょっと左右反転する形で、ちょっとこう表裏はこれは右利き用なので逆になってますけど、形左右のね、反転したものが左利き用でありますので、これに関しては右利き左利きがあるよっていうことです。さあ今年も始まりました。何があるか分かりませんけれども精一杯、彫刻をしていきたいなと、楽しんで彫刻をしていきたいなと思いますので、皆さんもですね、どんどん根付に興味を持って、根付の楽しさを共有してもらえればなと思いますし、また身近でね根付を見る機会があればぜひ見てほしいなと思います。何はともあれ本年もよろしくお願いします。